日本と中国は長い歴史を通じて互いに深い影響を与え続けてきました。地理的な近さから自然な文化交流が起こり、時には経済的なパートナーとなり、時には戦争や対立の舞台ともなりました。この動画では紀元前から現代まで時代ごとの日中関係を深掘りし、両国がどのように関わり合い、どのように影響を与え合ってきたかを見ていきます。それではまず古代から旅を始めましょう。古代、倭の国と中国の接触。日本、すなわち倭の国が中国の文献に初めて登場したのは漢書の中での記述です。紀元前1世紀頃の日本は100ほどの小国が分立しており、朝鮮半島にある楽浪軍に定期的に使者を送り、貢ぎ物を捧げていました。当時の倭の国にとって中国は文化的にも技術的にもはるかに発展した文明国であり、そこから多くを学びたいという意識が強かったようです。中国側にとって倭の国は遠方の辺境にある小さな従属国であり、主に外交的儀礼としての貢ぎ物を受け取る存在でした。中国から見た日本は特別な脅威や興味を引く対象ではなく、当時の記録もあまり詳細に描かれてはいません。しかし、倭の国側は中国との関係を強化し、中国の文明を取り入れることで自国の発展に生かそうとしていました。この関係には明確な上下関係があり、日本側が中国を尊敬し、教えを受ける立場でした。邪馬台国と魏、卑弥呼の時代、3世紀になると、魏志倭人伝に邪馬台国の存在が記されます。邪馬台国は、日本列島における有力な国家で、卑弥呼という女王が統治していました。卑弥呼は、国内の混乱を鎮めるために中国の魏に朝貢し、真義倭王の称号を授かります。この時、魏からは金印や銅鏡が贈られ、倭の国は中国に対して深い敬意を示しました。中国側から見れば、卑弥呼の朝貢は、中国の威信を示すものであり、倭の国はその従属国とみなされていました。しかし、卑弥呼が朝貢を行った背景には、国内での安定を図り、魏の後ろ盾を得ることで自国の統治基盤を強化したいという意図がありました。邪馬台国にとって中国との関係は、自国の安定と繁栄のために不可欠な要素だったのです。この時代、日中間には尊敬と依存の関係が見られますが、中国は依然として日本を下位に位置づけていました。大和政権と中国の記録の沈黙。4世紀から6世紀にかけて、中国の史書には倭の国に関する記述が一時的に途絶えますが、この期間に日本では大和政権が成立し、統一が進みました。中国との公式な記録は少ないものの、日本は独自の政治体制を整え、中国からの文化的影響を受けつつも、自国の権力構造を強化していきます。5世紀に再び中国南朝の宋に倭の国の王が朝貢し、倭の五王として知られる王たちが中国に使者を送りました。彼らは宋から倭王の称号を授けられ、中国に対して形式的な忠誠を誓う形で外交関係を築いています。この時代の日本は、まだ中国に強い依存を持ちながらも、徐々に自立しようとする姿勢が現れ始めていました。一方で、中国は相変わらず倭の国を辺境の従属国と見ており、日中間の感情は明確な上下関係の中で展開していました。遣隋使と遣唐使、中国文化の吸収。7世紀、遣隋使の派遣により、日本は再び中国との文化交流を深めます。特に607年、小野妹子が隋の皇帝に朝貢したことは、日本が自国の発展のために中国との関係を強化しようとする姿勢を象徴しています。日本は隋や唐から律令制度、仏教、建築様式などの先進的な文化を取り入れ、自国の制度を整えました。この時期、日中間の感情は非常に良好であり、日本は中国に対して深い敬意を示し、文化的な模範として唐を仰ぎました。一方、唐にとって日本はまだ従属的な存在であり、文化を輸出する相手とみなされていました。日本は唐の影響を受けつつも、次第に独自の文化を形成し始めます。この時代、両国の関係は主に文化交流を基盤とした平和的なものでした。奈良時代から平安時代、唐との交流と独自文化の発展。奈良時代、日本は唐の影響を受け、仏教や律令制度を取り入れて国家体制を整えました。唐との交流はこの時代も続き、日本は唐の先進文化を吸収しつつ、自国の独自文化を発展させました。平安時代に入ると、日本は独自の美学や文化を確立し、源氏物語や枕草子などの文学作品が生まれました。遣唐使の廃止後、日中間の関係は一時的に冷え込みましたが、日本は依然として中国文化を尊重していました。一方で、中国は日本に対する関心を失い、日本は独自路線を進みました。この時代、日中間の感情は穏やかであり、特に大きな対立はありませんでした。日本は唐に対して憧れを持ちながらも、自国の文化を自律的に発展させていきました。中世、宋と元、
日宋貿易と元寇、平安時代末期から鎌倉時代にかけて日宋貿易が盛んになり、日本は宋との経済交流を通じて発展しました。宋から輸入された銅銭や工芸品は日本の経済成長に大きな影響を与え、宋との関係は相互利益に基づいていました。しかし、13世紀後半になると元が日本に対して2度にわたる侵攻を試みます。1274年と1281年の元寇は日本側にとって大きな脅威であり、元に対する恐怖と敵意を生むきっかけとなりました。元寇が失敗に終わると、日本では自国の独立を守ったという自負が生まれ、元に対する反感が強まりました。この時代の非中間の感情は、元寇を境に急激に悪化しました。日本は元の侵略に対して強い抵抗感を持ち、中国側も日本に対して敵対的な感情を抱きました。しかし、経済的な交流は細々と続けられており、商業的な関係は完全に断絶することはありませんでした。戦国時代と明、清の関係、貿易と外交の揺れ。戦国時代、日本は再び中国との貿易を求め、日明貿易を活発に行いました。朱印船貿易を通じて、日本は中国や東南アジアと交易を続け、特に銅や銀などの鉱物資源を輸出し、輸入品としては絹や生糸を得ました。貿易は両国にとって経済的利益をもたらし、比較的安定した関係が続きました。しかし、16世紀末、豊臣秀吉による朝鮮出兵が日中関係を大きく悪化させました。秀吉は明に対して攻撃を仕掛け、文禄系長の役が勃発しましたが、これは日本側にとって大きな戦果を得ることなく終わります。この侵攻により、中国側の敵対感情が強まり、日本に対する警戒心が増しました。江戸時代に入ると、鎖国政策が進む中で、清との限定的な貿易が続けられました。日本は清からの文化や技術を受け入れながらも、次第に中国に対する依存を減らし、独自の国家体制を築いていきました。日清戦争とその影響。19世紀、日本は明治維新を経て急速に近代化を進めました。これにより、日本はアジアの中で独立した強国としての地位を目指し、1894年、日清戦争が勃発します。日本は清を打ち負かし、台湾を割譲させることに成功しました。この戦争は、日本が国際的な舞台でその力を認められる契機となり、日本の自信を高めました。しかし、中国側にとって、この敗北は大きな屈辱となり、日本に対する反感と敵意が急速に広まりました。清は日本に屈服し、これによって国内では王朝の崩壊が加速します。日清戦争は日中関係における大きな転換点となり、以後の両国の対立の土台を作ることになりました。日中戦争と南京大虐殺。1937年、盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が勃発し、日本は中国を侵略しました。日本軍は中国本土に深く進軍し、首都南京を占領します。南京占領時には、多くの民間人が殺害され、南京大虐殺と呼ばれる事件が発生しました。中国側は、この虐殺で数十万人の市民が殺害され、多くの女性が強制的に性的暴行を受けたと主張しています。しかし、この南京大虐殺をめぐっては、日本側と中国側で見解が大きく対立しています。中国政府と歴史家は、この虐殺が実際に起きた悲劇的な出来事であり、日本軍の残虐行為の象徴だと主張しています。これに対し、日本の歴史学者や政治家は、南京大虐殺は誇張されている、あるいは捏造であると主張し、規模や実態について疑問を呈しています。この歴史認識の対立は、戦後の日中関係における大きな感情的障害となり、現在も続いています。南京大虐殺は、中国にとって日本の侵略に対する深い憎しみと悲しみを象徴する事件であり、日中間の感情的な対立の源泉となっています。戦後から現代まで、対立と協力の時代、第二次世界大戦後、日中関係は複雑な展開を見せます。1949年に中国で中華人民共和国が成立すると、日本は中国との国交を断絶しました。しかし、1972年、日中共同声明が発表され、国交が正常化されました。両国は経済的な協力を深め、特に日本の技術支援と中国の市場拡大によって、互いに大きな利益を得るようになりました。しかし、戦後の日中関係には常に対立が存在してきました。歴史認識をめぐる対立が特に顕著であり、南京大虐殺や日本の戦時中の行為についての見解の違いが両国の感情を悪化させ続けています。中国は、日本が過去の侵略の責任を十分に認めていないと主張しており、日本の政治家による靖国神社参拝などがしばしば中国側の反発を招いています。さらに、尖閣諸島をめぐる領土問題も大きな緊張の原因となっています。
中国は尖閣諸島を自国の領土と主張し、たびたび海上での衝突や緊張が発生しています。日本はこの主張に対して当然自国の領土を主張し、両国は外交的、軍事的な衝突の危機を抱えています。ただし、経済的には両国は強く結びついており、日本と中国は互いに最大の貿易相手国でもあります。両国の経済関係は非常に重要であり、対立が深まる一方で、協力が求められる状況が続いています。日中関係は今後も対立と協力が混在する複雑な関係を続けるでしょうが、領土問題や歴史認識の対立は、今後も大きな障害として立ちはだかるでしょう。ここまで、日本と中国の長い歴史を振り返ってきました。両国は、数千年にわたり文化交流や貿易、戦争を通じて関係を築いてきました。時には強い協力関係があり、時には深い対立が生まれました。この歴史を学ぶことは、現在の日中関係、さらには国際社会全体を理解する上で非常に重要です。これからも日中関係がどのように発展していくのか注目していきましょう。